こはしっかりつま先に力を込めて、客席正面に視線をやってピタッと止まる。今の動き完璧だったよ。視線の動かし方もターンの綺麗さも今までで一番だったんじゃないかしら。ほんとよかったわ。じゃあこれでサビの動きはだいたい見てもらえたから、次は曲の中盤からを重点的に見てもらおうかしら。もう本番も近いけど、ラストに向けての動きもまだ改善の余地はありそうだし。焦る気持ちもわかるけど、もう結構練習してるし、少し休憩しましょうか。でもまだ。もう2時間くらいやってたのね。全然気がつかなかったわ。そうだよ。だからちゃんと休憩して水分も取らないと。愛理ちゃんとりんちゃん、いつもと言ってることが逆だね。ほんとね、りんの言う通りだわ。それじゃあ少し休ませてもらおうかしら。じゃあその間に私は私のポーズ練習しようかな。りん、ポーズの練習をしてるの？頑張る愛理ちゃんを見てたら、私も練習しなくちゃって思って、みくちゃんとむかちゃんに教えてもらってるんだ。それでね、今練習してる曲のラストのポーズなんだけど、こういうのはどうかな。お客さんに元気をいっぱい届けられるように、みんなのこと大好きだよって気持ちを込めて。いいじゃない、とっても可愛くてりんらしいわ。でもちょっと待って、もっと効果的にするなら手の広げ方を。ダメだよ。愛理ちゃんはちゃんと休憩してなくちゃ。ああ、そうだったわね。りんちゃんに怒られる愛理ちゃん、本当に新鮮だな。なんだか恥ずかしいわね。でももっと良くなるって思ったら黙っていられなくなっちゃって。アイドルが大好きな愛理ちゃんらしいね。そんな愛理ちゃんだから今回の練習も一生懸命頑張れてるんだなって思ったよ。そうね。愛理ちゃんが目指してる歌もダンスもトークも全てを兼ね備えたアイドルって本当にスーパーアイドルだよね。そうね。だからこそ本当に理想ですごくハードルの高いものだけど、愛理ちゃんは今そこに向かって頑張ってるものね。ええ。前にレンには話したけど、私は無意識に自分の役割を決めつけているところがあったわ。だからこれからは勝手に自分の中で線を引かずに何でもできるスーパーアイドルになろうって思ってたんだけど、いざ行動してみたらその私の線引きは結構根が深いってことに気づいたの。根が？ええ。私はアイドル活動のほとんどの場面で自分の役割を気にしていたし、それを生かすためのアプローチしかしてこなかった。はるかやしずくのようなパフォーマンスをするのは難しいからって、その部分を伸ばすことを捨ててきていたわ。そっか。だから今回ははるかちゃんとしずくちゃんにそこを教えてもらってるんだね。ええ。そこを置き去りにしたままじゃ私の理想のスーパーアイドルにはなれないって気づいたから。でもやっぱり簡単じゃなかったわ。
毎日毎日雫やはるかにしごかれっぱなしよ。愛美ちゃん。でも楽しいのよね。そうなの、ルカの言う通りよ。私のわがままで時間を奪っちゃってるから、雫たちには大きな声で言えないけど、今回のフェスの本番までと言わずに、これからもずっと特訓を続けてほしいくらいだわ。すごいね。最近の愛美ちゃん、筋肉痛で動けなくなりそうな日もあったりして、すっごく大変そうなのに。それでも楽しいの。本当に少しずつだけど前に進めてる実感があるし、それは私の理想に近づいてるってことだから。それにもったいなかったなって思ったわ。私に合ってること以外を捨ててきたのが。確かに2人が教えてくれることは私にとってハードルの高いことばっかりだわ。でもそれを習得するための過程には今までの私にも活かせたものがたくさんあるの。それってつまり無駄なことなんて一つもないってことよね。だからやっぱり自分には合ってないって線を引くのも、私はこうだからって役割を決めるのもやめたいわ。だからみんなも、もし無意識に私が線を引こうとしてたら言ってちょうだいね。もしもそういうことがあったらちゃんと言うね。愛美ちゃんがいろんなことを勉強して理想のアイドルになれるように私も応援するよ。ありがとう。さて、それじゃあ休憩も十分にとったし、そろそろ練習を再開しようかしら。本番までもう日がないけど、最後まで気合い入れてやるわよ。ええ、私もできることを手伝うわ。頑張れー、愛美ちゃん。